ちは、相馬ひろみです。私は今、イギリスのケンブリッジで日本人への伝道と帰国者の支援をしています。海外で日本人に伝道すること、これはとても重要なことなんです。日本人が海外でクリスチャンになる可能性は日本に比べておよそ30倍と言われています。日本での生活に比べ自由な時間が増え、自分とは何かを振り返ることができますし、特にイギリスはキリスト教の国なので、身近にキリスト教を感じることができます。そのおかげで多くの日本人がキリスト教に対して良い印象を持つのです。ケンブリッジに住むまゆみさんはノンクリスチャンですが、日本にいた時に比べてキリスト教に対するイメージが変わったといいます。日本にいる時は新興宗教のイメージとかが強くて懐疑的で、でもこちらに来ていろんな方々に温かく受け入れてもらったのと、少しずつキリスト教について勉強するようになって幸せになる道っていうのを指し示しているような宗教なんだなというふうにいい印象に変わることができました。こうした事実に対し、私は神様がわざわざ帰る地域や人間関係の中で福音を伝えていくために、海外に行く日本人に福音を伝え、そして日本に返しているのだと思っています。海外で信仰を持った人たちは独自の強みを持っています。異文化を知っているので、日本の教会内で違和感を持つ人たちの気持ちが分かったり、はっきりした自分の意見を持っていたり、またイギリスで個人が伝道する姿を見ているので、自然に他の人にキリスト教を伝えることができます。この強みが日本のキリスト教に良い影響をもたらすと私は信じています。しかし彼らには弱みもあります。それが逆カルチャーショックとは、海外で信仰を持って帰ってきた帰国者たちがぶつかる文化の違いを指します。そのために日本の教会に馴染めず、そのうちの7割から8割が日本でクリスチャンでいることを諦めてしまうと言われています。彼らが感じた壁とは何だったのでしょうか。私は日本で教会に行くことを諦めたというあやみさんに話を聞きました。なぜだか理由はわからないんですけど、イギリスで感じていた神様が日本に着いた瞬間に違うもののように感じられました。日本語で神様といえば神道の神様を連想する人が多いでしょう。そのため神様という言葉がゴッドと結びつかないというのです。またあやみさんは日本の教会文化にも壁を感じたと言います。初めて行った際に名前を書かされて、連絡先を書かされて、礼拝を終了するときに最後に牧師先生に名前を呼ばれて起立して挨拶するっていう行為をどこの教会でもさせられることがまず一番ショッキングな出来事でした。全てはこう決められていて、和を乱すような行動を全くできないところがまるで学校のようだなと。これらは日本で信仰を持った人にはあまり経験のない違和感でしょう。多くの帰国者は日本人でありながら日本でクリスチャンとして生きたことがありません。彼らのほとんどは日本でクリスチャンに会ったことがない、教会に行ったことがないのです。そのため最初に言ったイギリスの教会のやり方が正しいと思ってしまい、帰国後文化的な違いを乗り越えられないのです。そこで私たちはそのような逆カルチャーショックを和らげるためさまざまな支援をしています。まずは日本語によるバイブルスタディ。これによって言葉の違いによる違和感を少なくします。聖書が言ってるのは神様が全てを作った、偶然にだんだんこうやってできたのではなくて、さらに海外にいる間に日本人クリスチャンとのコネクションを作ること、これにより日本にもキリスト教が存在することを知り、日本に帰国後もさまざまな形でサポートを受けることができます。そして帰国者応援グッズの活用です。帰国者応援グッズとは、帰国者を支援するために特別に作られたグッズの数々。これまでの自分の歩みを振り返ったり、帰国後に遭遇するであろう場面ごとにアドバイスしたり、このグッズを使って帰国後のクリスチャン生活がイメージできるよう、帰国者とともに帰国準備のための学びをしているのです。またイギリス人クリスチャンたちに
帰国後を意識した伝道をするようアドバイスすることも重要な支援の一つです。帰国者を送り出す側はさまざまな支援をし、帰国者を日本に送り返しています。こうした努力は少しずつですが実を結んでいます。琴江さんはうまく日本のキリスト教文化に馴染むことができた人の一人です。帰国後も定期的にスカイプをしてくれまして、日本の教会がどういうものかっていうのは知っている方なので、私が日本の教会はこういうことをやってて、なんかちょっと違うんだよねとか言うと、それを分かってくれるので、スカイプとかいろんな支援がなかったら、多分途中でもやっぱりいいかっていう風でいかなくなってたと思います。しかしこれだけで問題が解決するわけではありません。彼らの海外での滞在期間は限られています。語学留学だと数ヶ月、長くて1年。キリスト教に興味を持ち、信じて帰国準備をするには時間的に不十分なのです。私たちは帰国者がさまざまな違いを超えて日本の教会でその人らしく信仰生活が送れること、また日本の教会の方々に帰国者を神の家族として喜んで迎えてくださり、互いに支え合える仲間として受け入れてくださることを願っています。そのために皆さんに知っておいてほしいことがあります。実は帰国者の中で教会に足を運ぶ人はほんの一握り。ですから帰国者たちを迎え入れたことのない教会も多いでしょう。実際帰国者たちは日本の価値観からすると非常に変わっていると受け止められることが多いようです。私も16年前に帰国者として地元の教会に帰った時は、さまざまな私の言動が牧師夫妻を困らせました。教会でスリッパ履きはおかしいとか、賛美歌を映画に変えようなど。しかし当時の私はこのことを何らおかしいと感じていなかったのです。なぜならイギリスで初めてキリスト教を知った私にとってはこれが当たり前だったから。こうした言動は日本の教会においては奇想天外な言動として受け止められることが多く、帰国者は宇宙人みたいと感じる人もいたようです。このように帰国者たちは海外を懐かしむ話を延々としたり、日本の教会に不満を漏らしたりすることが多いようです。そこで皆さんには帰国者たちの話をじっくりと聞いてあげて、日本のやり方に早く慣れた方がいいなどと日本への適応をせかさないでほしいのです。彼らは逆カルチャーショックの真っ只中にいるのであり、ある程度時間が経てば自然と日本の教会文化に慣れていくからです。こうした帰国者にありがちな言動は、帰国者を理解するためにという冊子にまとめられています。帰国者とは日本に帰国した直後の一時的な状態であって、帰国者支援は彼らが日本でクリスチャンとして自分らしく歩めるようになるまで続きます。彼らの成長のためにぜひ祈ってください。そして神様がわざわざ海外に送る日本人を通して日本に、そして世界に広まる神様の技に期待していきたいと思います。